はい、こんにちは。前回まで旧高野団の人物たちについて考察していきました。今回から彼らを襲った残酷すぎる最後、蜀について何本かに分けて深掘りしていこうと思います。フェムと転生における蜀を改めて深掘りしていくことで何か新しい発見があるのではないかという試みです。今回はまず蜀の前後に起こったことから考えられることをまとめていきます。それでは行ってみましょう。まずは蜀の直前に描かれるリッケルトが関わった旅芸人一座の占いおばばとパックの会話から見ていきましょう。リッケルトを送り出した後、おばばが彼の今後を占おうと水晶を覗くと、とんでもない強調を見つけます。これはケイト、いやラゴなのか。このセリフの中にあるケイト、ラゴについて欄外に説明書きがあります。夜空に突然現れて人々を脅かす星をケイト、太陽や月の光を奪い蜀を起こす星をラゴと言います。共に想像上の星で東洋の古い言い伝えです。この説明についてもう少し詳しく調べていきましょう。まず東洋の古い言い伝えとのことですが、ケイト・ラゴの元ネタはヒンドゥー教における天地創造神話入海各版にあります。これの説明をするとめちゃくちゃ長くなりそうなので要点だけ説明しますが、偉大な賢者であるドゥルバーサスによって呪いをかけられたインドラなど複数の神々が他の多くの神々の協力を得て入海各版を行い不老不死の霊薬アムリタを作り出し、それを飲むことで呪いを解こうとします。その過程に付属して天地が創造されるというストーリーなんですね。いや、天地創造にもいろんなものがありますね。ついでに世界ができちゃったみたいな、あんまり他の神話では見られなくて面白いです。そしてこの入海各版には神々だけでなく魔族であるアスラの協力も必要になります。無事アムリタを作り出すことに成功しますが、これをアスラであるラーフがこっそり飲んでしまいます。これを太陽神スーリアと月の神チャンドラの告げ口によって知ったビシュヌ神は激怒し、チャクラムによってラーフの首を切断します。切断された頭は不死となり、その名をラーフと呼び、残った体をケイトゥと呼ぶようになり、共に協調を告げる星となりました。ラーフは告げ口をした太陽神スーリアと月の神チャンドラを恨み、追いかけて彼らを飲み込みますが、体がないためすぐに外に出てしまいます。これが日食月食の起源とされています。この神話はインドにおける占星術に応用され、それが中国に渡り宿陽占星術の元となります。中国でラーフを漢字に音訳したものがラゴ、ケイトゥを音訳したものがケイトとなりました。江戸時代中期に編纂された百科事典和漢三歳図によれば、ケイト・ラゴは月と太陽の交点のことを言うもので実体のあるものではないと割と科学的な説明がなされています。つまり想像上の天体というよりは実体を持たないポイントとして現代的には解釈されています。さて、ここで疑問として出てくるのが、蜀を強調として表現するためになぜ東洋占星術の言葉を使って表現したのかということです。ケイトとラゴに対応する言葉は西洋占星術の中にもあって、それぞれドラゴンテールとドラゴンヘッドと言います。ドラゴンヘッドっていうむっちゃおもろい漫画ありましたよね。フェムと転生の蜀が起こっているのはベルセルクの世界観の中では西洋文化圏と言えるので、西洋占星術を元にした言い方をしてもよかったと思うんですよ。理由として考えられるのがおばばのこのセリフ、国一つをいや全世界を巻き込みかねない矜持の兆しじゃ。この全世界を巻き込むということを表現するために西洋占星術だけでなく東洋占星術でも強調が出るという表現をする必要があったと思うんですが、このセリフはこれから起こる残酷な蜀のシーンを暗示しているだけではないと思うんですよね。フェムと転生の蜀だけを言うのであれば全世界という表現まではいかないはずなので、つまりその後起こるグリフィスの受肉、そして大遊海将までを暗示して全世界を巻き込むという表現をしているのではないかと考察します。これを連載している時点で大遊海将の構想が三浦先生の中にあったのかどうかまでは確認できませんが、少なくとも世界を巻き込んだとんでもないことをグリフィスがやらかすというところまでは決まっていたのだろうと予測できます。ここまで考察して見逃せないのが、この協調がリッケルトの行く先に見えているということですね。
ここではリッケルトが大誘拐症を大きく物語に関わってくること、そして今後パックとも関係していくであろうことが、お前があの子とここでこうしてすれ違ったこともまた神の大いなるからくりの一部なのかもしれんのだよというおばばのセリフから読み解けます。リッケルトの今後というのはベルセルクの中でも非常に気になるポイントの一つなんですが、このおばばとパックのセリフから何か想像できるかもしれないなと思っています。14巻の断罪編の冒頭で、法王朝の宗教にある黙示録にフェムと転生の職について正確に予言されているところが興味深いですね。ほど太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち5番目の御使いが舞い降りし明かし。御使いは闇の高鳴り。罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王。世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。新しき古き名の都とは、1000年前に消滅した帝国と同じ名を持つミッドランドのことを言っていると思われます。そしてリッケルトが蜀の現場近くまで行くときに、旅芸人一座に国境まで連れて行ってもらってますので、場所はミッドランドの西側国境付近と推測されます。罪深き黒き羊たちというのは使徒たちのことでしょうし、盲目の白き羊たちというのは後々ファルコニアに住むことになる住人たちのことを言っていると思われますので、この黙示録は一言一句たがわず蜀とその後起こることについて予言しているものと思われます。ここで疑問となるのが、法王朝の宗教とは一体何なのかということ。ここまで完璧な予言ができるということは、この宗教の誕生の過程において確実に閣僚のかなり深い部分に関わる存在、つまりゴッドハンドもしくは深淵の神が関わっていなければおかしいですよね。黙示録を編纂した者が誰なのかということは表現されていないので、どのような形で書かれたのかはわかりません。考えられる可能性としては、閣僚にアクセスできる存在に書かせたというのがあり得るかなとは思いますが、以前考察した時に法王朝の宗教の誕生時期について、ボイドが使徒になった後ではないかと考察しました。その後、宗教家たちが賢者を呼び出した天使と、それを使わせた神を祀り上げて今日まで影響力を持つ宗教を誕生させたのでしょう。この宗教にも聖書のようなものがあると仮定して、その書物が宗教の誕生の過程で徐々に編纂されていくものと考えると、ちょっと計算が合わないところがありまして、黙示録はボイド転生の蜀の前から存在していることになるんですよね。ほど太陽が死せるとき、つまり黙示録が書かれてから5度目の蜀の後ということですから、ボイド転生の蜀もこの中にカウントされているはずです。ということは、ボイド転生の前からこの宗教は始まっているということでしょうか。黙示録だけ以前からあった宗教から引っ張ってきたと考えられなくもないですが、それはちょっと無理やりかな。もしくはこの宗教を始めたのはボイド自身と考えると辻褄は合ってくるかもしれませんね。新しい宗教を始め、信者を集め、力を持っていき、その際に黙示録等も書き残していく。キリストのように迫害され、拷問の末職を起こすというような。でもそうなると賢者という表現はしないか。皆さんはどう思いますか？というわけで、蜀の前後で東洋占星術と法王朝の黙示録の予言を描くことによって、蜀がその残虐性だけにはとどまらない、何か世界規模のとんでもないことが始まったんだということを表現していることに気づきました。高野団メンバー考察の流れで蜀をもう一度しっかり考察してみようと思って始めたんですが、改めてやるとなかなか気づきが多くて面白いですね。次回も蜀考察頑張っていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。